こちらの動画は15カ国語の翻訳字幕が使えます。はい、どうも皆さん、こんにちは。ひでチャンネルです。今回はイラストワンポイントアドバイスということで、オンラインサロンにご投稿いただいたこちらのイラストを添削していってみたいと思います。顔周りのイラストをいくつか描いてみました。今回意識したポイントとしては、髪の毛を3つのブロックに分けて描くこと、ルーミス式での顔のあたりの撮り方です。個人的には上段の左がうまく描けたと思っています。皆さんの中にもこんな感じで顔周りのイラストの練習をしている方も多いのではないでしょうか。ただ、実はこのような練習には重大な落とし穴が潜んでいるんですよね。顔周りだけの話じゃなく、絵を描くときにこれをやっちゃってる人は結構多いんですけど、この描き方で描いちゃってる人はいくら頑張ってたくさん絵の練習をしても、ほとんど上達につながらないので、途中で挫折してしまったり、なんで上達しないのか悩み続けることになってしまったりするんですよね。ということで今回は絵が上手くならない人がやりがちな練習の共通点についてこちらのイラストを添削しながら解説した動画をお届けしていってみたいと思います。この動画を最後まで見ていただければ初心者の人がよくやりがちな上達しない絵の練習方法がどういったものなのかがわかると同時にどういったことをやればより効果的に絵の上達ができるのかその描き方のコツが分かっていただけると思いますので絵の練習に効果が感じられずに悩んでいる人初心者でどういった絵の練習をすればいいのか分からずに困っている人はぜひ最後までご覧ください。イラスト添削のご依頼はオンラインサロンの他にセッサというサイトでも受付中です。優先してイラストを添削してほしい方は概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひチェックしてみてください。またこのチャンネルではこれからアニメーター、イラストレーター、漫画家など絵を仕事にしたいと考えている人に向けて有益な情報を発信していますのでよかったらチャンネル登録と新着動画をいち早く見られるように通知設定の方もよろしくお願いいたします。今回の動画はライブ配信の切り抜き動画となります。音声が聞きづらい部分もあるかもしれませんがご了承ください。それではやっていきましょう。お疲れ様です。顔周りのイラストをいくつか描いてみました。今回意識したポイントとしては、髪の毛を3つのブロックに分けて描くこと、ルーミス式での顔のあたりの撮り方です。個人的には上段の左がうまく描けたと思っています。ということで、そうだな。これね、清書してみてほしいってところはありますね。こうやってラフで見た段階だと意外とよく描けてそうでも清書してみると、思ってたのと違うなーなんてことがよくあったりするんで、一回綺麗な線でまとめるっていう作業までやることをお勧めします。まあ皆さんも経験あるかと思いますが、ラフで描いてみたらなんかいい感じだったんだけど、線をまとめてみたらあれなんてことが結構あったりするんですよ。なので、ラフで描くっていうところまででも構わないんですけど、清書した時のラフと清書のギャップみたいなものを、このラフだとこんぐらいの清書になるなっていうのを把握しておくってことも大事なんで、線画としてきっちり仕上げてあげるってことも必要だと思います。代わりに僕がちょっと簡単ですけど、なぞっていってみましょうか。これ見てもらえばわかるけど、この目のサイズ感と、こっちの目がさ、ラフで描いてるから、どれが目なのかなっていうのはちょっとよくわかんないですよね。これが目なのか、これが目なのか、線画として拾うときに、これだとね、ちょっとよくわからないということになっちゃうんですよね。だから、試しにちょっと一旦このまま拾ってみましょうか。ちょっと意地悪な拾い方してるかもしれないですけど、このラフの線このまま拾った時に、実際この感じなんで、こうなっちゃう。そうすると、って感じですよね。実際ラフから線画に起こす時に結構印象変わりません？もう一個やってみましょうか。こっちの絵はどうでしょう？これも自分ではよく描けてそうに見えるかもしれない。じゃあ実際線画として拾ったらどうでしょう？ラフをそのまま拾わないでくださいって思うかもしれないけど。でもさ、こういうのを変な二元マンとか変な動画マンに当たったらラフそのまま拾われますからね。知らない人がこれを見たときにどう解釈するのかっていうところで。
つい絵をきれいにまとめたくなっちゃうんですけど、なるべくそのまま拾っていってみましょう。まあこんなもんでしょうかね。これでだいたい線画が拾えたかなって感じですけど、まあ見てみましょう。わかります？あえて意地悪っぽく拾ってるところもありますけど、目の形のズレとかさ、髪の毛の毛束感も清書するときに整えるつもりでラフにざっくり描いてるかもしんないけど、やっぱ線画にしてみるとね、印象がだいぶ違うんじゃないでしょうか。ラフって自分の先入観も入ってきて、線が重なってる部分っていい感じに自分で解釈しちゃいがちなんですよ。それを一本の線にまとめると、もう解釈のブレがなくなっちゃうんで、2本3本って重なってた線の都合よく解釈していたものがそういかなくなっちゃう。ですので、ラフでいい感じに見えるところで終わらせないで、一本の線にまとめるってとこまでやると、よりいい練習になるのかなと思います。まあそれを踏まえて、じゃあ僕だったらっていうところで見ていきましょうか。捉え方としては、そこまで悪くないんですけど、精度がまだ低いかなっていう感じですね。ものをしっかり観察して解像度を高く描くっていう技術ですね。一本線でまとめていくことによって、ものを見る力もそうですし、書くときにどうまとめるかっていう意識もね、変わってくると思うんで、ぜひぜひ線の精度、絵の精度を高める、解像度を高めるというような気持ちでね、入っていってほしいと思います。バランスとかそういう問題っていうよりは、線の粗さかな。細かい部分が爪が甘いっていう感じがしますね。パーツの配置自体は悪くないと思いますよ。そんなには。なるべく元の絵のニュアンスは拾っていくようにしたいとは思ってるんですけど、まあこれぐらいだったらまだいけるかなっていう感じですね。さっきのと比べて並べてみましょうか。細かい部分調整するだけでもそれっぽく見えんのかなっていう感じですね。なんでぜひラフ描くときにですね、自分で線画をきっちり仕上げてみることで、ラフでこう描いてたけど、これだとちょっと矛盾があるなっていうところとか、そういうところに気づけるようになると思うんで、ぜひ線画でしっかり一本線にまとめてみるってとこまで追求してあげると、自分のね、観察眼とか頭の中で想像する絵の解像度がね、高まると思うんで、そこまでやってみてほしいなっていうね、ところでございます。うちの人も見ていってみましょうか。まあこれでも悪くないとは思うんですけど、この目の見え方に対して鼻がちょっとこっち向きすぎかな。カイジとかさ、ああいう漫画の記号的な鼻の付け方である。まあこのぐらいの向きがいいんじゃないですかね。ほぼほぼ顔正面なんでね、これだと。で、漫画の場合ね、耳もね、ちょっと上すぎる気がしますね。リアルな人間の耳であれば、眉毛と鼻の間って感じになるんですけど、漫画のキャラクターであれば、目の上のラインと鼻の間ぐらいが、まあ一般的というか、よく使われるパターンかな。頭の解釈としては、こんな感じでも、まあ間違っちゃいなさそうなんですよ。ラフだけ見るとね。これはこれで素体の部分だけ見るとね、そこまで間違っちゃいない。のに、そのままラフの線を拾うとね、崩れて見えるんですよね。こんぐらいがいいかな。僕の中ではね。だいぶ変えましたけど。やっぱね、元そのまま拾うのきつい。元そのまま拾うと結構違うのが分かっていただけるかと思います。ラフで描いた時に、まあなんとなくラフだから線がたくさん入ってて、たくさん入ってる線を自分の脳の中で一番よく見えるように処理しちゃうんですよ。だからいい感じに見える。だけど、いざ一本線でまとめてみると、線の振れ幅が少ないから解釈の幅も少なくなって方にしかなんないわけでしょ。そうするとやっぱ歪んで見える。なので、線画にするところまで実際にはやってほしいっていうところですね。そうすると何が良くて何が悪いのかっていうのが見えてくる。それが上達につながるんじゃないでしょうか。まあちょっとまとめてってみましょうか。これもやっぱ目の形がたくさん線があることによっていい感じに自分の脳内で保管できちゃうんですけど、見る人が見れば、崩れてんなっていうのすぐ分かっちゃう。誰が見ても線の解釈の仕方が変わらないように書いてあげてください。
まあこれも結構僕の解釈入れてますけど、多分当のご本人はこの段階でこのままなぞれば、まあこんな感じになるかなっていう自分の、まあ言い方ですけど都合のいい解釈で絵を見ちゃってる可能性がある。で、これもそうなんだけど、これ下向き描きたいのかな？もし下向きを描きたいんだったら、こうじゃなくて、こういう面があってこうなるからね、下向きっていう。まあ、それは僕が今勝手な妄想で言ってるだけなんで、下向きを描きたいってわけではない。ただ、この角度の顔を描きたいっていうだけだとしたら、別にこうでなくてもいいんだけど、この線をこう拾うのか、この線拾うのか、この線拾うのか、この線拾うのか、どの線を一体拾うんだよ。こうたくさん線が書いてあるとね、自分の自由な脳内解釈ができちゃうんで、そうするとね、いつまで経ってもラフで絵を止めちゃってるから、それでいいと思っちゃう。なんだこれむずいな、この顔。そしてこれ。これもね、目の形がちょっと曖昧。あと、ここに眉間があるのになぜ鼻の点がここになってんだいっていうのもちょっと気になります。どうですかね。ラフの段階で線をね、たくさん書き重ねるとね、ラフだし、いっか。これでなんとなくよく描けてるだろうっていう気になっちゃうんですけど、いざね、自分で線画にまとめた時に、やっぱなんかおかしいってことになるんですよ。ラフでいつも終わっちゃう人って。だから、なるべく線画の段階まできっちり持ってってあげて、自分のね、ラフと一本線でまとめた時の見え方、解釈の誤差をなるべくなくせるようにしてほしいんですよね。ラフで描いた段階で一本線でまとめたらこんな風に見えるだろうなっていうのがね、ラフで終わらせて次の絵にすぐ行っちゃうとね、その誤差がいつまで経っても埋まらないっていうね、可能性があるんで、練習としてね、ラフで描いたものはですね、線画でいい感じに見えるまでまとめてみるようにしてあげた方がいいんじゃないかという、まあ僕の見解でございます。ラフだとね、よく描けたっていう解釈になっちゃう。僕の経験上、絵をね、ラフで終わらせてる時より、しっかり描いた方がね、上達の速度速かった気がする。さあ、ある程度上手ければね、ラフで描き殴ってもいいと思うんですけど、まだその域に達していないのに、ラフで描き殴ってラフな線が粋だと思ってるタイプの人は、どうかなって思っちゃうけど。線をちゃんときっちりまとめて自分の解釈の嘘に気づくってことです。ラフで描くことによって自分の絵の正体を線画にするとおかしいっていうのを心の中ではどっかで分かってる。でもそれを見たくない。逃げが心のどっかで生じる。下手だっていうのが分かるんだけど、ラフで描いてるうちはギリ、まあそれっぽく見えるからこれでいいやという感じにせずにですね、きっちりとした線でまとめるという作業をね、していただければと思います。そうすることで見えてくるものがね、絶対あるんで、ぜひやってみてください。いかがでしたでしょうか？ということで今回は絵が上手くならない人がやりがちな練習の共通点についてお話しさせていただきました。こちらの動画も一つの参考にしていただければと思います。ここで重要なお知らせ。ライブ配信で描いた絵をまとめた本、イラストスキルアップのための絵の練習ノートがブースにて発売中です。下書きと線画がセットになっていますので、手癖や迷い線、人物を描くときにどこにポイントを置いているのか、どこを省略しているのかなど、絵を描くときの参考に、ポーズ集としてポーズのアイデアの参考にも使える一冊となっていますので、興味がある方は概要欄のリンクをチェックしてみてください。また、ひでチャンネルオンラインサロンでは、平日毎日日替わりで教材を使って解説しながら進める絵の講習会やイラスト添削など、絵が上手くなりたいと思っている人に向けていろいろなことを発信しています。コミュニティも充実していますので、もっと一緒に勉強したい方、お絵描き仲間が欲しい方は、サロンの方もぜひご利用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。